こんにちは、ゆっくり雑談の時間だよ。今月も5スター物語について、ネタバレしない範囲で色々語っていくぜ。連載の内容を少しでも知りたくない人はバック。そんなことないよって人は、ゆっくりしていってね。さてマリサ、最初に告白しなきゃいけないことがあるんじゃない？そうだな。連載を追っていない人には何のことやらだが、先月の予想は大外れだったぜ。自信満々に言ってたのに、設定資料までひっくり返したというのに、全然方向性が違ってたぜ。でも、予想を超えてきたっていうのが正直なところかしら。まさかここであの伏線が使われるとは思わなかったわ。そうだよな、まさか彼が出てくるなんて、誰が予想しただろうか。決闘ってことに対して、当然のように関係者だけの問題って考えてたけど、もっとリアルに考えてみれば、そりゃ横やりも入るよな。そうそう、そして彼女の存在も。このドラマの展開に納得しかないのよね。本当に痺れるわ。あの姉妹の本質については以前、メンバーシップ限定で喋ったが、これに関しては完全に答え合わせとなるエピソードだった。ちなみにこっちは正解していたぜ。これは先読みではなく深読みの類だったからだろう。これは今月の面言でも話すから、今月の展開が腑に落ちなかった方はぜひ見てほしいわ。年表とデザインばかりが評価されているけど、長野先生の人物描写って本質的なんだぜ。実はシナリオもすごいのよね。ところで、話は戻るけど、どうして予想が外れてしまったのかしらね。そもそも決闘って言葉に対して、無意識に少年漫画の解像度で把握していたのが間違いのもとだったぜ。ああ、バトル漫画ね。バトル漫画で決闘と言ったら本当にどっちが強いのか、の決闘よね。しかし改めて考え直してみると、戦争なんだから、そんな風に物事が運んだらかえって不自然だよな。横やりは当然あるだろうし、どっちが勝っても負けた方は生かして返すなって具合に、一気に勝者に襲いかかって乱戦になるって感じじゃないかな。実際はどうだったのかしら？それについて興味が湧いて調べてみたんだが、神話の世界まで行かないと、戦場で一騎打ちが成立し、明らかに決着がついたってケースは稀だぜ。ちなみに神話だが、最も有名なのはトロイア戦争のヘクトールとアキレウスの決闘だろうな。そして、史実ベースで調べたところ、三国志演義じゃない方な、の史実の資料には、4つの一騎打ちの記録が残っているそうだぜ。しかし関羽が顔料を外周一色で切ったエピソードを除いて、残り3件はどれも水入りになっている。例えば呂布と隠しの一騎打ちは、不利を悟った隠しが途中で背を向けて自分に逃げ帰ったし、馬長と円光の一騎打ちは馬長が負傷して不利になってきたところで、馬頭の軍勢が介入して水入り。孫作と太子寺の一騎打ちは双方武器を失って、素手で殴り合うところまで行くのだが、双方の軍勢が押し寄せてきて水入り。三国志演義だと一騎打ちとか、英雄的シーンが多いけど、史実はしょっぱいのね。そんなもんだぜ。ほとんどは後世の創作だ。一騎打ちって成立するのも、決着がつくまで戦うこともなかなかないのね。AI 君に聞いてみたが、西洋の戦いでは、史実ベースの信憑性で一騎打ちは成立していないとのこと。日本においても軍勢を率いた上で、武将同士が一騎打ちするというのは史実ベースで見当たらないらしい。個人の武勇の限界を感じるな。鎌倉武士はやーやー、我こそはなんて名乗りを上げて一騎打ちしていた。だから元軍の集団戦に歯が立たなかった。なんていうのはやっぱり創作だったようね。まあな、現行関係はだいぶ本当に起きたことが、一般人にまで広がっている感じだ。台風がなければ征服されていたっていうのは誤った歴史観だろう。なんか創作物だと決闘とか言って、正々堂々戦うシーンがあるから、戦場でも一騎打ちってあったのかと思ったけど、ガチの戦争ではまず成立しないっていうのが分かったわ。そんな一騎打ちがジョーカー太陽星団でも廃れていったのは当然だな。さて一騎打ちについての解像度が上がったところで、設定関係。それにデザインズ6で該当キャラのキャラクターシートを見直してみよう。そうしたらなんと、彼については魔導対戦ラストではあっと驚くような行動を見せてくるって、明記してあった。ちなみに、彼のファティマのキャラクターシートには彼女と GTM○○が登場するのはちょっと先であるって書いてあった。ちなみにデザインズ6は2019年刊行だから、確かにちょっと先だったな。ほんの5年後だぜ。それが今月の展開。全く予想不可能。思いっきり長野先生の手のひらで踊らされたわね。くるくると。ああ、先月は全力で踊ったぜ。あの GTM のシルエットも後ろから見れば、あれとよく似ていたしな。ちなみにコメント欄にも正解者はいなかった。それだけが慰めだぜ。負け惜しみね。先日連載再開したハンターでビヨンドの子供が多い継承戦に紛れてる、
なんてシナリオも完全に予想外だったし、やはり天才の天才たるゆえんは、思考の深さもさることながら、思考のベクトル自体の差異が大きいんだろうな。だから不意をつかれる。そうよね。特に長野先生の場合は伏線が5年、10年がかりとか全然あるし、多分この展開を予想できた読者は皆無だったんじゃないかしら。だと思う。少なくとも関係の限りにおいては皆無だ。5スター物語でないと書けないドラマだと思うぜ。さて、今月の連載についてはこんなところにして、知ってるかレ夢ム。何をよ。エルガイム40周年でボックスが発売される。長野先生が久しぶりにエルガイム関係のイラストを描いたんだぜ。SNS 上で話題になってたわね。すごくかっこいい。やはりデザイン自体が古びてないのよね。ちょっと今風にしただけでこのかっこよさ。そしてサンライズスピリッツのハイメタル R で完全新作のエルガイムマーク2が発売される。この報道は瞬間風速だが、産経新聞のウェブでアクセス上位記事になってたぜ。エルガイム、実は模型クラスタでは未だにすごく人気あるコンテンツなのかしら。だと思うぜ。今度、マグミクス様に提出するヤフーニュースのコラムの企画に混ぜてみようと思う。アクセスを求められる記事だからちゃんとマスを狙わないとダメよ。原稿料をもらっているし。もちろん判断するのは編集さんだけど、このチャンネルの動画の再生数でもわかるけど、エルガイムは好きだし知っているけど、5スター物語まではその存在を知らない人が多いのよね。再生数から雑に推測するところによると、多分エルガイムから5スター物語まで追いかけているのは 10% くらいじゃないかな。やっぱりアニメとして放送されないと一般受けは難しいわ。アニメでリメイクでもされれば、5スター物語まで認知が広がるだろうぜ。まあ、ありそうにない展開だけど。それはそれで長野先生の連載の手が止まりそうで、複雑な気分だわ。個人の布教活動だけでは模型クラスタと合わせて、YouTube が限界じゃない？かもしれないが、諦める気はないぜ。だって今は5スター物語を読み始めるのにいいタイミングだろ。連載が安定しているし、動きがある展開だし。確かにそうね、参入するなら今って感じかしら。派手な展開が続いているからな。さて、これ以上はネタバレになってしまうので続きはいつも通りメンバー限定動画にアップするぜ。5スター物語に限らずいろんな話題を縦横無尽にするので、ぜひ見に来てほしいんだぜ。確か YouTube 様のシステム上、初月はすごく割引されているのよね。20本以上過去動画が溜まっているから、きっと楽しんでもらえると思う。それで今月はどんな動画なの？5スター物語トークの他には、東京ゲームショウで撮影した動画なんか流そうかな、と思う。ただ顔のモザイク処理が厳しくてな。会場内は人だらけだからアドビのモザイク追尾加工が間に合わない。処理が重すぎてパソコンが落ちるぜ。動画の映り込みって、肖像権の問題はどうなっているの？このあたりチャンネルによって結構扱いが違わない？そうだな、通り過ぎる人の顔にモザイクをかけているチャンネルと、そうでないのがある。ただ、結局はケースバイケースらしい。争点となるのが、顔がはっきり映っているか、とか、撮影が予想される場所であるかとか、被写体を狙って撮影したかとか複合的なようだ。イベント会場、それも世界中からインフルエンサーを呼んでいる場所だから撮影が予想される場所よね。映り込みって問題なくない？判断がつかないぜ。だからひっそり限られたところで少しだけ公開しようと思う。本当は処理して一般公開する予定だったんだけどな。パソコンがボロくてダメだ。あらら。ただ、会場の空気感なんかは独特のものがあるからな、物珍しさは伝わると思うぜ。まあゲーム関係の話も色々できるわね。と、いったところでこの動画はおしまいにするぜ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価いただけると幸いです。それじゃ、またねー。